はい、どうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタ豊です。本日は一つコーヒー器具をご紹介するんですけども、それがこちらです。はい、バーン。はい、これエアロプレスと言います。で、これ僕もまだ未開封でまだ使ったことがないんですけども、なぜこの器具を購入したかというと、Find Your Inner Brew か。あなたの入れ方を探しましょうみたいな。これはですね、アメリカンエスプレッソラテコールドブリュー、いろんな入れ方ができる器具になります。この一つでいろんな楽しみ方ができるというのがまず魅力の一つだと思ってて、これ一つで外出先でこれ一つとコーヒーの粉とお湯があればどこでもコーヒーが楽しめるっていうのは、よりコーヒーが楽しめるんじゃないかなと思って、買いました。例えば僕は飛行機に乗る前に空港でコーヒーをたまに入れるんですけども、ドリップバッグで入れるんですけど、ドリップバッグって粉が少ないじゃないですか。自分の濃さとかちょっと濃いめで飲みたいなとかいう時が結構意外と大変というか、何回も入れなきゃダメなので、このエアロプレスを使うとコーヒーの豆を多くするだけでとか、エスプレッソ的な濃いコーヒーも作れたりとかするので、面白いんじゃないかなと思って買いました。なので、器具を増やしたくないとか、この一つでいろんなやり方が楽しみたいとか、そんな人に向いているんじゃないかなとは思います。あとはそうですね、外出先もしくは出張先のホテルで自分のコーヒー豆を入れたいんだけども、器具をいろんな持っていくと荷物が増えるっていうふうに思っている方は一つの選択肢なんじゃないかなとは思います。僕もね、これからこれが僕の旅のお供になるかもしれません。ではね、開けていきましょう。ちなみにこれどこ産なんだろう。メイドイン USA ですね。アメリカで製造されているものです。まずはスプーン。これはあれかな、かき混ぜるやつですね。こんな感じで取扱説明書があって、いろんな言語が書いてあるな。中国語、英語、韓国語も書いてますね。思ってたのにちょっと大きいかも。2つになったのかな。はい。筒とその押すやつかな。はい。で、フィルター。実はフィルターがいるんですよね。フィルターがあるからこそ、コーヒーのその細かい微粉とかがコーヒーの中に入って口当たりが悪いというか、重たく感じるフィルターがついてるやつはよりクリアな感じになると思います。足出せた。はい。はい。こんな感じですね。これがドリッパーの役割みたいな感じかな。で、フィルターですね。なので、一応フィルター、消耗品フィルターはついてます。はい。こんな感じですね。なので、取扱説明書を見てみましょうかね。日本語も書いてる。台湾で買われる方も、日本で買われる方も、使い方は心配いらないと思います。そしたらね、エスプレッソスタイルから見てみましょう。まず、コーヒーを中細引きにして、お湯を沸かします。85度で設定して、ブランジャーを引いて、これがチャンパーで、これがブランジャーっていうらしいです。引き離します。で、フィルター。これフィルターちょっとね、こういったフィルターのケースがあると衛生的で使いやすいんじゃないかなと思ってます。はい。フィルターをこの中に入れて、はいはい。それでフィルターをこれね、こうつけるんですけど、ここに隙間があるからこっちからこっちに行っちゃうんじゃないかなと勝手に思ってます。はい。フィルターキャップをチャンパーにねじ込みます。ねじ込みます。はい。こうやって、で、お湯を入れて、この1のところまでね。1のとこまで入れて10秒間かき混ぜてチャンパーを挿入して30秒ほど待つと。で、優しく一定の力で終わったらこれを外すのかな。外してでポンと OK。 わかりました。はいはい、ようやく理解できました。では実際に入れていきたいと思います。はい、それではね、コーヒーを入れていきたいと思います。まずはお湯、15って言ってたら85にして、でコーヒー豆は 15g でしたね。で、中細引きって書いてたので、いつもの細めに引くので、3ぐらいにしとこうかな。
けまして、果たしてこのスプーンの1杯分が 15g かっていうのも検証してみましょう。ちょっと多いか。ちょっと10、はい。これぐらいが 15g でした。でも大体こんな感じですね。ではね、これをね、入れてね、セットして、まずはちょっとね、カップをね、温めたいと思います。で、ここに入れて、で、粉を入れて、そしてお湯を入れます。一のとこまで。これぐらいかな？これぐらいかな？はい。ポトポトちょっと落ちてますけども。はい。で、30秒。軽く混ぜる。混ぜます。はい、いけてるいけてる。で、押し込みます。ゆっくりと押します。で、あんまり一気に押すんじゃなくて、ゆっくり押すらしいです。抵抗を感じるのが正常っていう。お、来ました。と、フィルターキャップを外し、そしたら、こっちについてるね。で、こっちについてるやつを押し込むと、おほー、なるほど。これ便利かもしれない。飲んでみよう。はい、いただきます。あ、うん。結構それなりに濃いコーヒーができてます。このコーヒーなんですけど、エスプレッソとまではいかないけども、それに近いものを感じますね。マキネッタのぐらいな濃さ。でもマキネッタよりもちょっとスッキリめ。フィルターがあるからかもしれないけど、でこれ意外と、これいいかもしれない。次はね、ちょっと手引きでやろう。到着。してそんなにめちゃめちゃ来ないです。はい。でアメリカの量は200が1対約15になっていると思います。いただきます。思ったよりいい味出してる。ちょっと漬け込んでる分コーヒーの味がちゃんと出せてるっていうのとでフィルターでしっかりとこう雑味というか、もちろんコーヒーの粉が下に落ちないから口当たりもいいし、これ意外といいぞ。はい、それではね、まとめていきたいと思います。本日はこちらのエアロプレスというコーヒー器具を買ってみたので、そちらのね、使用感というか、何が入ってるかとか、ね、実際に使ってみた感想を伝えていきました。一つの器具で濃いめのエスプレッソからアメリカンが作れるコーヒー器具で、ドリッパーとかサーバーとか、いろいろ持っていくよりかは、とても使える器具なんじゃないかなと思います。で、エスプレッソよりの濃いコーヒーが作れるので、ラテであったりとか、そういったコーヒーアレンジにも使えると思います。実際のコーヒーの味もね、ものすごく、よく仕上がってると僕は思います。はい。想像以上に良い味が出してると思います。でもし引き立てを飲む場合は、コーヒーのグライン、ミルですかね、持っていくのと、もしくは粉持ってってもいいんですけども、粉の場合はちょっと細引き、中細引き、エスプレッソよりの引き目、つまりマキネットと同じぐらいかな、でやってみるといいと思います。で、フィルターがいるので、こういったフィルター用のケースがあると便利かなとは思います。はい、僕はこれ買いました。なので、これだけで結構意外と少なくていいんじゃないかなと思います。はい。実際にそのエスプレッソとアメリカンを入れてみましたけども、エスプレッソは本当に濃い味のコーヒーに仕上がっているので、これにミルクとかを入れてコーヒーラテにしてみるのもものすごくしっかりとコーヒーの味が残ったラテに仕上げることができると思います。で、アメリカンもものすごくちゃんとすっきりとした味なんですけども、しっかりとコーヒーの豆の味も引き出せてる。30秒間漬け込んでいるっていうのが多分効いてるんだと思うんですけども、しっかりとコーヒーの味が出てると思います。なので本当に様々な濃さのコーヒーの味が楽しめる器具でございます。もう一つ伝えたいのが、コーヒーの粉がコーヒーに入ってしまうという、僕結構懸念というか気になる人なんですけども、
それもね、見る限りでは入ってなさそうなんですよね。やっぱりちゃんとフィルターできちんとしっかりとキャッチできていると思います。実際に使ってみてどんな人に向いてるかと言いますと、入れたてのコーヒーが飲みたい、外で飲みたいっていう方とか、外出先でいろんなコーヒーが楽しみたい、エスプレッソのような濃いのからアメリカのちょっと薄めであったりとか、あとはラテとか、そういったいろんなコーヒーを外でも楽しみたいっていう方におすすめなんじゃないかなと思ってます。それとそのコーヒー器具をあまり増やしたくない、このエアロプレスだけで、いろんな濃さのコーヒーが作れるので、そのコーヒーの器具をあまり増やしたくない人にもおすすめだと思います。ただ僕個人的な意見なんですけども、ハンドドリップより少々手間がかかると思います。ちょっと操作が多いっていうんですかね。でもしどっか持っていくのであれば、ケースとか欲しいところですよね。できるだけコンパクトというか持ってきたいので、パーツもものすごく簡単に分解できて、洗いやすいと思いますので、はい。なのでこれはとても僕の想像以上に良い器具だと思いました。次回はね、この器具を使ってどういう風に入れたらより美味しくなるかっていうのもいろいろ試行錯誤してみて、また皆さんにご紹介したいと思います。まずは今回はね、どういった器具かっていうのと使い心地を皆さんにお伝えしました。はい。以上が、本日の動画の内容となります。はい。本日はここまでになりますけども、ご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方は、高評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ロイヤルブルーコーヒーでは、自家焙煎のコーヒー豆やドリップパックを販売しています。詳しくは概要欄のリンクからチェックしてみてください。